はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日は、琵琶湖マリオットさんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。で、先週と引き続き実は同じ場所で総括の動画を撮ってるんですが、こちら、琵琶湖マリオットじゃありません。すいません。はい。でね、もう2週連続なので、これがね、どこのホテルか、わかる方もね、いるかもっていう感じですが、もしよかったらね、コメント欄で、予想をね、書いてみてくださいっていう感じですが、そんな感じです。はい。では、行きましょうか。はい。お部屋までの様子と、お部屋の中の様子ってありますので、ご覧ください。
はい、ではお部屋をご紹介したいと思います。お部屋の場所ですが、エレベーターはここでこんな感じかな。で、今日はこのお部屋になります。はい、では早速行ってみたいと思います。入ると右側が、これはオープンクローゼットみたいな感じですかね。ここは何もなかった。キーは挿すタイプです。はい、こんな感じでアイロン台とか、スリッパとかもあります。で、こちらに浴衣タイプの、パジャマというか、浴衣ですね。はい。あります。で、サイズとかはこんな感じで書いてあります。で、左側にランドリーサービスの紙あります。はい。で、今日は、結構ね、シンプルな、こんな感じ、ツインのお部屋になります。で、こちらのホテルは温泉付きの部屋もありますが、私はね、あまりにも直前、宿泊前日に予約をしたので、そちらはね、ちょっと満室な状態だったので、今日はこちらのシンプルなお部屋です。はい。で、水回りこんな感じで、お手洗いも、かな？はい、ここに収まっております。こんな感じ。お風呂はね、こちらのホテルはこだわりたい方は、温泉付きのお部屋が人気かなと思いますね。はい、こんな感じで、シャワーブース兼って感じですね。はい、で、私、こんな感じで、私映ってしまった。はい、で、洗面台は一気のタイプ、ちょっとラインが入っちゃうので、早めに撤退。で、先に、ドライヤー出しますが、ちょっと光のね、ゆらゆら揺れちゃってるけど、ちょっとこれはすいません。早急にこの部屋から撤退しますね。はい、ドライヤー一応チェック。ドライヤーはパナソニック製です。はい、ちょっと待って撤退します。はい。で、お部屋行きます。ちょっと私の携帯電話が置いてあるので、こちらがミニバーのスペースですね。ミニバーは空です。はい。で、左側に、これスライドする？しないね。ちょうど手で持ってきます。はい。紅茶は DWG のイングリッシュブレックファーストと、コーヒーこんな感じのティーコーヒーがあります。はい、こんな感じです。で、下に、コーヒーカップ、グラスとかケトルとかあります。はい、こんな感じですね。で、お部屋はこんな感じのツインベッドなシンプルなお部屋ですが、ここ結構広いんですよね。この広さいるのかいっていうぐらいの広さですね。はい。テレビこんな感じ。テレビは部屋の広さのね、割にはコンパクトかなと思いますが、私はね、恒例のテレビは全くつけないので、何でもいいです。はい、こんな感じのお部屋です。広いですよね。はい。で、割とね、こう建物の外観と比べて、綺麗。外観と比べてってよくないですけど、建物はね、だいぶ時間が経ってるかなっていう感じですが、お部屋はこれはリノベされてますかね。はい。で、ベッドサイドのコンセントは、通常のコンセントが1つずつっていう感じです。USB とかはね、ないので、持ってきてくださいっていう感じですね。はい。で、あとは何かあるかな。ウェルカムおやつは、キウイ、いちご、シャインマスカットです。あとはこんなおやつもあります。で、今日はお部屋は、温泉付きではないですが、琵琶湖が見えるお部屋になっております。こちらから見てもね、お部屋は、広さはもう十分って感じですね。はい、私は今日は直前予約のこんもりって感じなので、ここで仕事しようかなっていう感じです。こんな感じで、コンセント、ここにあってくれるのはパソコンとしては良い位置なので、こっち見ながらお仕事しようかなと思います。はい、っていう感じでお部屋は、シンプルですけど、結構平米数広く感じるので、どうなのかな、水回りが割とコンパクトなので、それでも40平米とかありそうなね、感じはします。はい。では、この後、朝食や、ラウンジとはね、言っていいのかわかんないんですけど、そういうところありましたら、ちょっと解説しようと思いますので、引き続きよろしくお願いします。失礼します。はい、よろしくお願いします。今日は琵琶湖マリオットホテルをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。立地は琵琶湖の東側にあります。で、琵琶湖が
これを何の形に例えればいいのかな。ちょっと形例えられないんですけど、琵琶湖の形をイメージしていただくと、琵琶湖としてはね、結構南の方にあるかなっていう感じがします。はい。で、私は車で来ましたが、離島っていうインターから15分、20分くらい走ってるのかな。はい。距離の割に信号が多いエリアがありまして、意外と時間かかったなっていう感じですが、高速道路の離島インターから2、30分の距離感にあります。高速道路の離島インターは名神高速と新名神高速が交わる近くにあります。はい、ちょっとね漠然としてますが、そんな立地になります。あとは琵琶湖大橋がねすぐ近くにありますので、その辺りをイメージしていただければいいかなと思いますが、滋賀県はね意外と来ない県かなって気がするので、滋賀県の方には申し訳ないんですが、土地勘がねなかなかない方が多いんじゃないかなというのと、私もその一人です。はい、という感じです。で、こちらのホテルは、静岡県の伊豆の修善寺さんとか、山梨県の山中湖かな、山中湖さんとか、川口湖でしたっけ、山中湖だった気がするちょっとね、川口湖だっけ、ちょっと定かじゃないです。はい、と、あとはどこですか、和歌山県の白浜と、軽井沢はどうだったか覚えてないんですけど、森トラストさんがね経営されているところで、基本的に温泉付きのお部屋があります。で、私はこちらのホテルは前日予約をしたので、ちょっと仕事の関係で突然来ないといけなくなったので、はい、温泉付きの、ね、お部屋が空いてなかったんですけど、温泉付きのお部屋を予約できる方は温泉付きのお部屋の方が幸せかなっていうことと、アンバサダーとかマリオットのステータスを持ってる方は、温泉付きのお部屋にアップグレードしてくれたら嬉しいなみたいなね、お部屋かなと思いますかね。はい、そんなお部屋があります。で、大浴場とかもありますので、お部屋にね温泉がない方はそういうので楽しむのもいいかと思いますし、そちらの大浴場も温泉になってますので、はい、いいかなと思います。で、まずお部屋の印象ですが、お部屋は今日は温泉付きのお部屋ではなかったんですけど、広かったですね。で、多分中はねリノベされてるので綺麗で清潔感もあっていいお部屋だったなということと、琵琶湖がね見渡せるお部屋だったので、朝とかねやっぱ起きて最初に琵琶湖のね朝日で染まる様子とかが見えて綺麗だったなと思います。はい、そんな感じのお部屋の印象です。で、ホテルですが、まずラウンジ行きましょうか。プラチナ以上のステータスをお持ちの方はラウンジが使えますが、ラウンジの雰囲気はこんな感じです。はい、写真かね動画載せて見ていただけたらと思うんですが、ロビー階のロビーフロアにあって、レセプションからもね見える位置にあるんですが、夜ご飯とかは軽いね軽食が並ぶ形で、しっかりね何周もすればお腹いっぱいになるのかなっていう感じですけど、私は割と混雑してたのでもう夜の時間は使わなかったのでちょっとわからないですが、昼間の時間はそこでねパソコンとか本とか持ってってお仕事してましたが、やっぱりカクテルタイムというか食事の時間以外はねラウンジは意外と混まないので、私はねそこを使うことの方が多いのでそんな感じです。なので今回は食事が映せないんですけど、多分マリオットグループの、エグゼクティブラウンジとかをイメージして、していただければいいかなと思うんですが、軽い軽食のメニューが並ぶ感じになるかなと思います。はい。で、その他ですが、こちらのホテルちょっと今ねここにいろいろアクティビティの紙があるんですけど、こちらでご紹介しようと思うんですが、体育館あります。これ面白いですよね。卓球とかバスケットとかできる本格的な体育館があります。宿泊されている方は無料です。はい。で、あと屋内プールあります。で、こちらは、宿泊者は、半額で830円。で、多分プラチナ以上の方は無料で使うことができます。あとは、温泉浴場、大浴場ですね、あります。宿泊者は無料です。で、あとはゴルフ練習場あります。打ちっぱなしみたいなやつですね。これは宿泊者は1時間550円になっております。で、テニスコートあります。テニスコートは宿泊者は1時間1面1000円です。これ結構安いですよね。ちなみに宿泊していないと1時間1面2750円プラス入場料かかるので、宿泊するとねかなりお得になるなって感じがします。
あとこれ面白いですね、フットサルコートあります。フットサルコートは1時間1面4400円。でもフットサルコート使うっていうことは、2人で来たフットサルしようみたいなことにはならないと思うので、合宿ですか。はい。フットサルのね、好きな方の合宿とか、行っている人とやっちゃうみたいなのがあれば、それはそれで面白いかもしれないですけど、はい。あとは、プラネタリウムあります。こちら行ってきました。プラネタリウム、宿泊者は100円引きとかだったかな。で、800円ぐらいなんですけど、なんかプラネタリウムって大人になってなかなか行かないですよね。お子様いらっしゃる方とか、近くにね、東京とかだとプラネタリウムあるよっていう方は、好きな方は行くかもなんですけど、私はなかなか行かないので、本当に何十年ぶりみたい、何十年ぶりっていうほど生きてないですけど、何年ぶり、10年ぶり、20年ぶりみたいな感じでプラネタリウム行ってきましたが、これ楽しかったですね。プラネタリウムおすすめです。で、ちょっと時間帯で上映される企画が違うので、いくつも見るっていうほどね、好きな方は違うパターンを見るのも楽しいと思いますし、1回見るならね、最後の7時くらいのね、時間帯のが一番こう、今推しのみたいな感じだったので、そちらを見てきましたが、1時間ぐらいをプラネタリウムで過ごすっていう、これはこれでなんか楽しかったし、なんかちょっとね、ロマンあったなって感じがします。何の話って感じですけど。はい。ということで、こちらのホテルは、こんなね、アクティビティが面白いなっていうホテルですね。お子様連れがね、楽しいかもですね。ご家族で来たら、私の一人で来る10倍は楽しいんじゃないかなって話ですが。はい。という、いろいろなね、楽しみ方ができるホテルになっております。はい。で、最後に朝食ご紹介したいと思います。朝食は、最上階の12階、ディナーのレストランもこちらですが、朝食会場で食べましたが、ビュッフェのスタイルで、オーソドックスなビュッフェでしたけど、美味しかったですね。卵料理は、岩塩とトリュフのオムレツみたいのを食べましたが、美味しかったですね。もう響きでね、岩塩とトリュフのオムレツって、もうトリュフが嫌いじゃない方なら、どう料理してもっておかしいんですけど、美味しいですよね。ホテルでそんなメニューが出てくればっていう感じですが。はい。ということで、朝食も美味しかったです。はい。で、そうじた印象なんですが、やっぱりご家族連れ多いなっていう感じがしました。平日に来てるけど、なんでこんなに家族で来れるんだとか、いろいろ突っ込みどころはあるんですけど、ご家族連れ多かったなっていう感じと、大阪とか関西圏から来ると、ちょっとね、プチ旅行みたいな距離感にはいい距離感なのかなっていう気はしましたね。はい。なので、そんなホテルだなっていう感じがしましたが、ラウンジとかを見ても、こう一人でね、来てる方も結構多くて、パソコンいじってる方が何人かいたので、それこそこう、ステイケーションというかちょっとね、家以外でのんびり温泉もあるし、泊まりながらね、仕事しようかなとか、週末はそんな過ごし方もいいかっていう一人の方もね、結構来やすい雰囲気だなっていう感じはしましたし、実際そんなね、感じで利用されてるのかなっていう方も見かけましたので、一人で来るのも、そんなね、気にならないホテルかなと思いました。こう、リゾート地で家族が盛り上がるようなホテルに行くと、自分浮いてるな、みたいな時あるんですけど、そういうことをね、あまり感じない、どちらにも適応してるっていう感じでね、結構いいホテルなんじゃないかなって気がね、しました。はい。という感じで、今日は、琵琶湖マリオットホテルさんをご紹介しました。次回来るときはね、やっぱ温泉付きの部屋を予約しようかなって来ることがあったら思うのと、体育館とかね、フルに使ってみたいんで、誰かと来て、テニスもしたいですね。テニス、体育館使うために、運動用のね、格好も持ってね、来たいなと思いますが、いかがですかね。ちょっとスポーツするね、ホテルってなかなかあまりないのと、ジムとか行くってことはあっても、戦う系のね、競技ってなかなかできないと思うので、結構面白いコンセプトだなと思いましたね。はい。ということで、今日はこんな感じで終わろうと思います。はい。またよろしくお願いします。失礼します。